本語アニメで覚えましたって人、ちょっと話があるんだけど、昨日さ、深夜にアニメ見てたんだよね。でね、キャラクターが拙者、かたじけないって言ってて、ナミ、それ見ながらふと思ったの。これ、現実で使ったらどうなるんだろうって。気になりすぎて朝まで調べちゃったんだけど、やばかった。マジでやばかった。アニメの日本語って大きく分けると3種類あるんだよね。もしかしてあなたも使ってるかもしれないからチェックしてみてよ。1個目が時代劇、武士系の言葉、拙者とかござるとかかたじけないとかね。これ現実で使ったら完全にコスプレ扱いだから。友達に拙者腹が減ったでござるって言ってみてよ。絶対ドン引きされるから。映画の撮影現場にいるのってなるやつ。で、実演するね。例えば、居酒屋さんで店員さんにかたじけないって言ったとする。絶対これ、店員さん固まるじゃん。この人大丈夫ってなるやつ。なんかさ、時代劇の俳優さんが現代に迷い込んできたみたいな感じになるんだよね。じゃあ、リアルはどうかっていうと、そのまんま、ありがとうっていいんだよ。シンプルでいいの。それが一番自然だから。てかさ、2個目の話してもいい？ 2 個目がファンタジー、魔法系の言葉。我が名において命ずるとか、汝覚悟は良いかとか。これアニメだとめちゃくちゃかっこいいじゃん。でもリアルで使ったらちょっと病院行った方がいいかなってなるやつ。ナミもさ、人間世界に来たばっかりの時、ちょっとこれ系の言葉使いそうになって、汝名を名乗れとか言おうとしてたから、危なかった。マジで危なかった。リアルでかっこよく言いたいなら、マジでとか、嘘すごくないって十分かっこいいから。シンプルな言葉の方が逆にネイティブっぽく聞こえるんだよね。あ、ちょっと話脱線するんだけどいい？アニメってわざとキャラを際立たせるために普通じゃない言葉使わせてることが多いんだよね。だからこのキャラかっこいいって思って覚えた言葉ほど実は
日常では使えないやつだったりするの。アニメ側の罠にはまってる感じがして、ナミ、ちょっと笑っちゃった。で、話戻るんだけど、3個目が一番引っかかりやすいやつだと思うんだよね。オタク用語、ネット用語系なんだけど、草とか尊いとかエモいとかね。これはね、実は使える。若い子はみんな使ってる。でも注意があって、会社とか目上の人には絶対使っちゃダメ。友達とのメッセージとか SNS とかなら全然 OK。草って送ったら日本人の友達と一気に仲良くなれるから、ぜひ使ってみてよ。てかさ、エモいって言葉、ナミめちゃくちゃ好きなんだよね。なんか切なくて懐かしくて、でもちょっと嬉しいみたいな気持ちを一言で言えちゃうじゃん。日本語ってそういうとこ面白いなって思うんだよね。てかさ、この草の説明、英語でしてみるね。草はね、something funny? No, it's like you laugh so much. too funny to stop? 無理。何それ。ねえ、これ英語でなんて言うの？コメントで教えてほしいんだけど。マジで毎回英語の壁にぶつかってる。てかさ、ナミアニメ大好きだから、アニメで日本語を覚えてくれるのめちゃくちゃ嬉しいんだよね。でもリアルの日本語も知っておいてほしくて今日話した感じ。アニメ日本語はアニメの中では最高にかっこいいから、使う場所だけ気をつけてみてよ。間違えても全然恥ずかしくないから。ナミも人間界に来たばかりの時はめちゃくちゃ間違えてたよ。コメントでこれ使ったってやつ教えてね。ナミ全部読むから。あと次の動画絶対見てほしいやつあるからね。じゃあねー。